こんにちは。デザイナー VTuber の教師パーです。ファンを引きつける VTuber の配信クリエイティブ制作についての講座第10講は、前回作ったプロフィールイメージデザインのブラッシュアップと仕上げ作業を解説しながらやっていきたいと思います。前回のラフ時点で制作し、まだ着手できていない箇所などを仕上げつつ、最終的なグラフィックとして質感をつける作業まで行い、完成していければなと思います。それでは行ってみましょう。前回はここまで制作が進んでいたので、このラフにあるようなしおりの紐部分を先に作っておきたいと思います。紐の形状なんですが、これもしおりの穴と同じで、長方形で、この結び目はただの長方形を並べてるだけだったので、簡単に Photoshop 側でやってみたいと思います。Photoshop の長方形ツールで長方形を作ったら、アピアランスから角を丸くしてあげましょう。たら、サイズを調節してあげて、穴のサイズに合わせて、長方形のサイズを調節してあげます。このくらいでいいんじゃないかなと思います。穴もサイズを合わせてあげましょう。そしたら、境界線を、このしおりの穴でも、この外側でもいいんで、レイヤースタイルをコピーして、紐につけてあげましょう。そしたら内側シャドウいらないので、境界線だけ表示させてあげて、紐の色をピンクにしてあげます。こっちも同様かけて、で、ちょっと紐が、しおりについてる紐の結び目は少しだけ上にテカリがあった方がリアリティが出るかなと思いますので、また内側シャドウで、サイズを0にして距離を縮めて、色を白にして、こんな感じで調節してあげます。これをまたレイヤースタイルコピーして隣の紐に移します。これで結構紐っぽい感じになったと思うんですが、もう少しだけ質感が欲しいので、それぞれの長方形に対して、楕円形ツールで丸を重ねて影の部分と光が当たっている部分を表現してあげます。本体部分の色を少し暗くするといいんじゃないかなと思います。じゃあこれをまたコピーして隣の長方形にも反映させます。これでちょっと離れている場合でも、この紐の立体感が先ほどよりかはわかりやすくなったので、こういう風にクリッピングで影をつける癖をつけると、それぞれの小物に少しだけ個性が出ますので、こんな感じで重ねていきます。でこれができたら、後ろ側の紐部分を作るんですけど、紐部分は少しだけレイヤー順を変えまして、今、しおりが紐の結び目の部分と穴の部分、これで1個のグループになってるんですけど、紐部分はこのフリルのグループの上に重ねたいので、これがフリルのグループになるんですけど、フリルの上に新規レイヤーを追加して、ここに紐を追加していきたいと思います。紐は曲線ペンツールで、ラフとは違いちょっとフリーな感じでペンを作っていきます。塗りを結び目に使った色を持ってきて、太さもある程度長方形に合わせてあげます。で、右と左の紐を、こんな感じで形を変えてあげて、これの紐のサイズが、だいたい16ぐらいなので、
ちもサイズを合わせてあげます。16。これで、ラフの時はこんな感じで紐が並んでるだけだったんですけど、こっちの方が少しだけ、ちゃんとしおりっぽく見えるかなと思います。ここまでできたら、結び目に使ったレイヤースタイルをコピーしてきて、今作ったこの曲線2つにもペーストしてあげます。で、グループ化して、まとめておきます。そしたら、先ほど作った結び目を左下のしおりにもつけてあげたいので、このままコピーしてきて、レイヤー順がおかしくなってるので、ここですね。ここに直してあげて、ここに結び目をつけて、しおりも、この長細いしおりもグループ化してあげたいと思います。これで一つのグループにすることができました。そしたら、こっちも紐をつけてあげます。やることはさっきと同じで、曲線ペンツールで、紐を書いてあげます。16で、塗りをなしにして、レイヤースタイルをペーストします。さっきよりもちょっと細めなので、サイズを直してあげます。くらいかな。10くらいにしておきます。紐の形状なんですけど、そんなに、そんなに曲げなくては、そんなに曲げなくてもいいよとは言いつつも、少し動きがある感じにしたいので、それぞれ向いてる方向を少し変えてあげます。こんな感じでいいんじゃないかなと思います。これでだいぶしおりっぽくなりましたね。これで紐は一旦 OK です。そしたら次は配置したこの2つ本があるんですけど、この表紙側を作っていきたいと思います。この表紙に関してなんですが、形状を少し、表紙についてですが、表紙はこのモデルさんの要素を少しでも入れてあげたいので、表紙のデザインにもモデルさんの要素を含ませつつ、表紙デザインしていきたいと思います。そしたらまたやっぱこのローブの形状が使えそうなので、またラインを引いて曲線ペンツールで形をかたどっていきます。これがベースの形で、一旦ページを少し縮小して、調整がしやすいようにしておきます。そしたら、サムネイルの時同様、ペンツールの位置を調節して、少しだけ形を整えてあげます。そしたら、今回は本の表紙のデザインにしたいので、ちょっとだけ先をつなげて、線ペンツールでこんな感じでラインを足してあげて、それをコピーして変形からリフレクト。つなげてあげて、複製して、表紙のデザインのラフを組んでいきます。これを、比率を少し変えたりなどしていきます。これで間に文字があったら結構本の表紙っぽくなるかなと思うんですが、お花の形なども追加してあげて、
少し古めな本の表紙っぽいデザインにしていきます。このライン部分は、だいたいこの形でいいなと思うので、オブジェクトから分割と拡張をして、パスファインダーから結合をして、この重なって形が歪んでしまった部分を整えてあげます。整えるときはこのくぼんじゃった部分を消す形で一旦良くて、ペンツールでこの2点をつなげてあげます。で、この上下の部分もここを一旦消して、ポイント同士をつなげて、直線にしてあげてから、後でコーナーを調節したいと思います。こんな感じで形ができたら、この角部分を選択してコーナーを絞ります。で、内側のとんがってる部分も少しだけコーナーを入れてあげて、全体のシルエットが綺麗になるようにしてあげます。そしたら、多角形ツールで三角形を作って、三角形を縮小して、ちょっと幅を狭めたら、下の2点を選択して、315度になるように選択したら、これをコピーしていきます。これを整列で並べて、パスファインダーで結合。真ん中の花も選択して、グループ化。これ、文字を載せたら多分だいぶ表紙っぽい感じになると思うので、このお花の装飾も整列をさせて、パスファインダーで結合し、外側のフレームも整列してあげます。これで本の部分に、今回は仮で文字を入れておきますが、キャラクターを構成する要素だったり、なんかキーワードがあれば、この本に入れてしまって、あしらいとして使うのがいいんじゃないかなと思います。これができたら、Photoshopに持ってきます。